ガンダムシリーズの花といえば、数々の魅力的なモビルスーツでしょう。しかし、どれほど高性能なモビルスーツであっても、うまく運用するには、優秀な艦と多くのクルー、そして何より優秀な艦長の存在が欠かせません。そんな艦長は、時に兵士としてだけではなく、一人の大人として、若いクルーたちを導く、精神的な支柱としての役割も果たしてきました。未熟な主人公たちが寄りかかれる頼りがいのある艦長の姿は、多くのガンダムファンの心を掴んでいます。そこで今回は、ガンダムシリーズに登場した艦長の中でも、最強の艦長を4人紹介していきます。なお、本ランキングは、当チャンネルで実施したアンケートとコメント欄の反応をもとに作成させていただきました。投票総数約 6.2 万票、総コメント数約350件。皆様、たくさんの投票及びコメントありがとうございます。詳細が気になる方は、ぜひ、コミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。第4位、ジャミル・ニート。ジャミル・ニートは、機動新世紀ガンダム X にて登場した、バルチャー艦フリーデンの艦長です。サングラスをかけ、口数も少なく寡黙なため、近寄りがたい雰囲気を漂わせていますが、厳しくも愛のある人格から、多くのクルーに慕われています。医師で、ガロードたちの心の支えにもなる、テクス・ファーゼンバーグ。ジャンク品から新連邦にも勝る武器を作り出す天才メカニックチーフのキッド・サルサミルなどの優秀なクルーを多数引き連れつつ、弱肉強食が基本の世界でありながら、いくつものバルチャーと協力関係を築けているのは、ジャミルの人望の厚さの賜物によるものでしょう。ジャミル自身は、心に深い闇を抱えていますが、支えてくれる頼もしい仲間たちに恵まれている点が、艦長として最大の強みと言えます。また、艦長でありながら、モビルスーツの操縦技術にも優れ、ニュータイプ能力も持ち合わせていました。作中15年前に発生した第7次宇宙戦争では、旧地球連邦軍としてガンダム X に登場して活躍。しかし、前大戦でのトラウマが原因で、作中序盤はモビルスーツに登場することができず、ニュータイプ能力も使用できなくなっていました。しかし、ガロードに影響される形で、自身のトラウマと向き合い、コックピット恐怖症を克服してからは、艦を副艦のさらに任せて出撃する機会も増えます。そのため、指揮能力より、むしろパイロットとしての技術面を評価されることが多く、特にガンダム X ディバイダーに登場してからは、作中で一度も被弾していません。主人公機の先代パイロット、ニュータイプ能力を持っている、若い頃の見た目はガロードに似ているなど、前作主人公感のある設定も、非常に人気を博しています。皆様のコメントでは、どこの組織に属するわけでもなく、一からフリーデンを築き上げてるのが何よりすごいと思う。自分がクルーになるならフリーデン一択といった意見が見られました。しかし一方で、ニート君はむしろモビルスーツ乗る方が良さげ、パイロットとしての技量込みならジャミル一択といった意見も多く、艦長としてだけでなく、パイロットとしての能力も加味して評価されることが多いため、今回は4位とさせていただきました。余談ですが、ジャミルはニートという名前から、ネット上ではよく無職扱いされますが、彼のニートの綴りは、無業者を意味するニートではなく、人名などで使われるニートだったりします。第3位、スメラギリのリエガ。スメラギリのリエガは、機動戦士ガンダム00にて、プトレマイオスの指揮を執っていました。スメラギの役割は、作戦の立案や、敵軍の分析を行う戦術予報士であるため、正確には艦長ではありませんが、戦闘の際はガンダムをはじめ、全体の作戦指揮を担っています。作戦行動中にも酒を飲むほどの酒豪ですが、実際は自分のミスで恋人を死なせてしまったトラウマを今も引きずっており、ある種の逃避として酒をたしなんでいるようです。しかし、戦術予報士としての能力の高さは本物で、作中では世界の動きに対して、量子型演算処理システム、ベーダと全く同じ予測をしていました。その先を予測する目は、仲間からも絶大な信頼を寄せられていて、パイロットもスメラギの戦術プランへ全面的に命を預けています。ユニオン軍の技術士官であるビリー片桐も、表向きには戦場を退いているスメラギへ機密情報を渡してまで意見を伺っていました。精神的な面では、クルーたちのお姉さん的な役割を果たしており、刹那をはじめ、時に合理性から離れた行動をするマイスターたちを諌めるのではなく、あえて彼らに手を貸すなど、仲間の心を尊重する場面も見られました。なお、アローズによって軌道エレベーターが破壊された際には、
有識会通信で近くにいた全軍へ向け、破片除去の協力を仰いだため、ソレスタルビーイングの中では最も世間へ顔が知られたメンバーとなっています。そのためか、ソレスタルビーイングの存在が評価された後世には、その数々の功績から、外宇宙航行艦にスメラギと名付けられるほど、偉大な人物として扱われていました。コメントでは、スメラギさんの戦術は初見で見たとき痺れる。戦術や応用力で戦場をコントロールできるスメラギさん一択という意見が見られました。ただ一方で、スメラギさん強いけど、メンタルと酒が明確な弱点など、過去のトラウマから精神的に安定しない点を懸念している方もおられ、今回は3位とさせていただきました。第2位、マリューラミアス。マリューラミアスは、機動戦士ガンダムシードシリーズにおいて、アークエンジェルの艦長を務めた人物です。もともと技術士官としてアークエンジェルに乗艦していたものの、ザフトムンの襲撃にあった際に、正規の乗組員がほとんど死亡したため、なし崩し的に艦長へと就任しました。情に流されやすく、軍人として非常になりきれない一面もあり、副官のナタルバジルールとは、たびたび作戦中に対立しています。一方で、人情に深い温かみのある性格は、若いクルーから絶大な信頼を得ており、シードデスティニーでは、自分たちの行動が正しかったのか悩むキラを、持ち前の包容力で励ましていました。指揮官としては攻めの作戦を得意としており、マリューの無茶ぶりに見事に応えるノイマンの腕前もあって、艦をバレルロールさせて強引に車線を確保するなど、敵の不意をつく大胆な戦術を披露しています。敵陣へ真っ向から挑むことになったシードフリーダムの後半戦においては、クルーの生存を第一にする、守りの戦術が得意なアレクセイ・コノエに代わり、ミレニアムの艦長の座についていました。アコードたちが正面に布陣を敷いていた中、戦術バジルールでミサイルを置いておき、アルバート・ハインラインが開発した耐熱対衝撃結晶装甲を展開して敵陣を強引に突破。敵陣の裏側に回り込んだ後は、タイミングを入力しておいたミサイルと、時間の攻撃で、敵部隊を挟み撃ちにするという見事な戦術を披露しています。さらに、敵艦へ向け突貫して、ゼロ距離での一斉射撃を行うなどの強胆さも持ち合わせています。劇場版シードフリーダムでついにアークエンジェルは撃沈されましたが、それまで4年にもわたって艦を守り続けました。なお、白兵戦能力も非常に高く、作中では、コーディネーターで構成された特殊部隊を一人で相手取るなど、ナチュラルでありながら、トップクラスの戦闘力を持っています。ちなみにマリューといえば、上艦が攻撃された時の衝撃で胸が揺れるなど、サービスカットが多数描かれている様から、一部のファンの間では、マニューと呼ばれることもあります。ただのファンの間でのネタと思いきや、ビルドファイターズトライではこのネタが描かれるシーンもありました。シードフリーダムでも、そのサービス精神は健在で、炎に包まれるアークエンジェルから脱出するシーンでは制服が不自然なほどセクシーに破けています。コメントでは、マリューさんに票を入れてる人、最強じゃなくて最強だぞ。指揮官として必要な不屈の精神と最強の肉体はマリューという声が見られました。ただ、マリューさんの指揮をやってのけるクルーがすごい、など、マリュー以上にソーダシュノイマンの優秀さが目立つ、といった意見も多く見られたため、今回は2位とさせていただきました。第1位、ブライトノア。ブライトノアは、機動戦士ガンダムのホワイトベースをはじめ、機動戦士ゼータガンダムやダブルゼータガンダムのアーガマとネールアーガマ、そして逆襲のシャアではラーカイラムで艦長を務めてきました。同時に、アムロレイ、カミーユビダン、ジュドーアーシタ、バナージュリンクスなど、歴代のニュータイプを支え、時に導いてきた実績を持ちます。序盤は、経験不足ゆえの未熟さと、精神的な余裕のなさから、アムロをはじめ、クルーとの衝突も見られます。しかし、幾多の戦場を越えていく中で、不安定さも消え、艦長としても大人としても成長していきました。逆襲のシャアにおける、作戦前のブリーフィングで、クルーへ向けて放った、すまんが、みんなの命をくれというセリフは、ブライトの部下の命を背負う覚悟と、クルーから命を預けるに値する人間として信頼を向けられているのがわかる屈指の名シーンとなっています。ガンダムユニコーンでも、トライスターのメンバーから、直属の上司にだけは恵まれていると言われていました。特に機動戦士ガンダムの終盤以降は指揮能力が著しく向上しており、素人同然のクルーたちが一年戦争を生き残れた理由は、ブライトの成長も大きな要因の一つだったのではないでしょうか。宿敵であるシャアからも、能力の高さは一目置かれており、逆襲のシャアで、通常のミサイルに核ミサイルを織り交ぜて発射した際には、
やるなブライト、と、敵ながら称賛を送られるシーンも見られました。ただ、名実ともに宇宙世紀における最高の艦長でありながら、一方で宇宙世紀屈指の苦労人でもあります。一年戦争後は、能力を恐れた上層部から左遷されたり、エウーゴでは、上司からの圧力や人材不足に悩まされるなど、社会人として非常に苦労が絶えない日々を送ってきました。しまいには、息子はテロリストとなり、処刑された上に、上層部の根回しにより、処刑はブライトの命令で行われたと報道されるなど、散々な目に遭っています。コメントでは、ブライトさんの人望は、他に比べようがないぐらい、単艦及び艦隊どちらも指揮できるので優秀、など人望や能力を称賛する声が見られるほか、戦歴で考えるなら僅差でブライトさん、など、何年にもわたって生き残ってきた経験の長さを評価する声が多く見られ、1位とさせていただきました。ということで以上、最強の艦長たちでした。他には、票数が少ないながらも、ゼータガンダムで好きな人を守るために特攻を仕掛けた偏見艦長、ガンダムユニコーンで、テロリストとは交渉せんと、声を上げて仲間たちの心を代弁したオットー艦長、ビクトリーガンダムで若者たちに未来を託し、大型戦艦アドラステアへ特攻を仕掛けたロベルト・ゴメス、といった人物たちを選んだ方もいました。仲間の命を背負い戦う頼もしい姿が評価されているようです。皆様、たくさんの投票ありがとうございました。ぜひ、コミュニティの方もご覧いただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。